皆さんこんにちは、ケニーです。今回も eFootball アプリの解説をお届けします。この動画では先日新たに搭載されたプスカシュについて解説していきたいと思います。FIFA の主催大会で最も優れたゴールに贈られるプスカシュ賞で有名ですが、こちらもペレと同じく現役時代については知らない方がほとんどだと思います。そこでこの動画でも前回と同じくフットボールの歴史に触れ、プスカシュの起用法を解説していきたいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。まずは歴史について解説していきます。プスカシュは1950年代からハンガリー代表で活躍した選手です。ハンガリーといえば現代では中堅国のイメージが強いですが、当時はまさに世界最強のナショナルチームでした。1950年から1956年の6年間で42勝1敗7引き分け、1954年のワールドカップ決勝で唯一の敗北を喫しますが、歴代のナショナルチームでも最強と言われるほど強烈なインパクトを残したこのハンガリー代表はマジックマジャールと呼ばれています。中でも有名なのが1953年、イングランドとの世紀の一戦と呼ばれる試合です。当時、ヨーロッパ大陸のチームにはホームで無敗だったイングランドに対して10万人が詰めかけたウェンブリースタジアムで6対3と圧勝します。また、スコア以上にその内容も圧倒的で、イングランドがシュート数5本だったのに対して、ハンガリーは35本のシュートを放つなど、フットボールの母国イングランドにとってはあまりにもショッキングな試合でした。その半年後には、今度はイングランドがハンガリーに遠征し試合を行いますが、再びハンガリーが勝利。それも7対1というより衝撃的なスコアでした。このような背景からハンガリー代表マジックマジャールは伝説として語り継がれていきます。では彼らはなぜここまで強かったのでしょうか。その理由はマジックマジャールのフォーメーションにあります。当時一般的に使われていたのは WM システムと呼ばれるフォーメーションです。現代風に言えば3223ですが、選手を線で結んだ時にアルファベットの W と M の形になることからそのように呼ばれていました。これは当時ゾーンディフェンスが存在せず、マンマークで守備が行われていたことを考えれば理解できます。対戦する両チームが共に WM システムを採用した場合、選手の配置が噛み合い、マークしやすい形になっていることがわかると思います。それに対してハンガリーが用いたのが MM システムです。ただ、スタートは WM システムで、そこから選手を動かしたのが MM システムであると言います。まず WM の形からセンターフォワードの選手が下がってプレーします。それにより空いたスペースに2列目の選手が飛び出していくことで W の文字が反転し M になります。これに対して WM システムで守る場合、下がるセンターフォワードにマンマークでディフェンダーがついていけば中央にスペースが生まれてしまいます。このミスマッチが MM システムの本質です。また、フォーメーションだけでなく、個々のテクニックが優れていたのは言うまでもありません。センターフォワードで偽9番の役割を担った秀口は、偽9番の歴史を語るには外せない選手で、先ほど紹介したイングランド戦ではハットトリックを決めるなど、マジックマジャールの中心選手でした。2列目から飛び出すインサイドフォワードは、この動画の主人公プスカシュと、そのプスカシュ以上に点を取ったストライカーであるコチシュです。プスカシュはストライカー兼ゲームメーカーとして85試合で84得点。一方のコチシュは背は高くないもののヘディングを武器とする純粋なストライカーとして68試合75ゴールと2人で得点を量産しました。しかし1956年ハンガリーでの動乱をきっかけにプスカシュやコチシュを含む代表選手の何人かが他国に亡命しマジックマジャールは解散してしまいます。プスカシュはその後紆余曲折を経てレアル・マドリードに加入。ディステファノとコンビを組みチャンピオンズカップ優勝3回、国内リーグ優勝5回をもたらし1967年に引退しました。以上がプスカシュとハンガリー代表マジックマジャールの歴史の概要です。続いて今回搭載されたプスカシュを活かすためのスカットを解説していきます。今回のスカットがこちらです。フォーメーションは MM システムを模倣したものになっています。プスカシュの特徴はストライカーでありながらゲームメーカーであるという点です。それはゲームの能力にも反映されています。ストライカーとしてトップレベルの能力がありながら、パスがうまく、またフェノミナルパスのスキルを所持しています。
このような特性からプスカシュの能力を最大限発揮するには、ストライカーとしてもゲームメーカーとしてもプレーできる2トップでの起用が最適解です。相方のセンターフォワードには純粋なストライカータイプ、プレースタイルはラインブレイカーを起用します。これも非常に重要な起用で、これによりプスカシュが最大限に活かされます。他のポイントとしては、2ボランチの片方を CMF 起用で選手指示ディフェンシブを設定している点です。ここを DMF にしてしまうと、バイタルエリアにポジショニングする選手がトップ下1人になってしまい、攻撃がうまくいきません。CMF 起用でディフェンシブを設定することにより、裏のスペースに動き出すことはないものの、バイタルエリアでトップ下をサポートする役割が期待できます。さらに DMF の選手には選手指示でラインダウンを設定し、守備時は442で守ります。以上が今回のスカットの解説です。続いてプスカシュのプレーを紹介していきます。最初にプスカシュのゲームメーカーとしてのプレーを見ていきます。ポイントは相方のセンターフォワードにラインブレイカーを起用している点です。これにより縦パスを受ける際、2人のポジショニングに段差がある状態になり、スペースが生まれます。このスペースを利用してボールをキープすることで試合を組み立てます。さらにそこから精度の高いパスを展開できるのもプスカシュならではのプレーです。イメージとしては偽9番のプレーに近く、2トップでミッドフィルダーが少ない今回のスカットでは非常に重要です。Laser and charged particle beam weapons. .次にプスカシュによるアシストの場面。ゴール前でもポジショニングの段差によりスペースでボールを受けることができます。そこから反転してのラストパス。さらにはフェノミナルパスのスキルにより相手を背負いながら難しい体勢でもパスを出すことができます。このスカットにおいて最も得点しやすい形です。Weapons activated.
最後にプスカシュ自身が得点する場面。ここまでゲームメーカーとしての側面を見てきましたが、ボックスストライカーとして点を取ることも本質的な役割です。ラインブレイカーに比べて動き出すタイミングは遅いですが、それが良い方向に作用する場面もあります。ゴール前ではプスカシュがボールを受けようとしているのか、裏に抜けようとしているかによってプレー選択を変えていく柔軟性が必要になります。今回はプスカシュについて解説しました。1950年代のハンガリー代表マジックマジャールはフットボールの歴史を語る際には必ず登場するチームです。非常にマニアックな内容になりましたが、このような動画も楽しんでいただけたら幸いです。では今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネルでは今後も戦術系の動画や現実のチームの再現動画を投稿していきます。興味があったり参考になった方はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。